鬼滅の刃、最強にして最大の敵と言える上弦の鬼。今回はその中でも圧倒的な強さを誇った上弦の鬼、ドーマについて考察していきます。作中では胡蝶忍が1年以上かけて致死量の700倍の藤の花の毒を摂取し、自ら吸収されるという捨て身の戦法を使用したことでドーマを倒すことができました。ですが、もし忍さんの毒がなかったとしたら、ドーマの強さは鬼殺隊を壊滅させることもできていたのではないかと思えるほどの強さとなっています。作中での犠牲者が胡蝶忍一人で済んだだけでも上出来と言っても過言ではないほど凶悪な鬼でした。こんにちは、サーヤンです。今回はそんなドーマについて、毒を使わず胡蝶忍以外の柱で誰なら勝つことができるのか、そして作中では上弦の鬼は柱3人分の強さとされているので、ドーマを倒せるであろう柱3人の組み合わせを考えていきます。また作中ではドーマは相手に技を全て出させて情報を蓄積した上で戦うという戦法をとっていましたが、今回はそちらは考慮せず、ドーマも最初から強い技を使うことを前提として考察していきます。皆さんの意見もぜひコメントにて聞かせていただけると嬉しいです。それでは行きましょう。まずはドーマとその強さについてまとめていきます。ドーマは万世極楽教という宗教の教祖で、信者や悩んでいる人を食うことで共に永遠を生き幸せへと導くことができると考えている鬼です。ですが心の底では神や仏にすがる人間を見て愚かだと憐れんでいました。ドーマは人間の頃から喜怒哀楽の感情がなく、母親が色狂いの父親を殺害し服毒自殺した際も悲しさや寂しさを感じず、血の匂いを喚起することなどを考えていました。そしてドーマは胡蝶忍の姉である胡蝶かなえを倒している鬼でもあります。栄養価が高いとされる女性を食うことに固執しており、例に漏れず胡蝶かなえのことも食おうとしましたが、夜明けが近づいていたため断念しました。この事件から忍さんは姉を殺したドーマを倒す方法について考え、1年以上前から準備をしており、作中では実際に自身に取り込んだ藤の花の毒で倒すことに成功しています。血気術について、ドーマの血気術は扇により氷を生み出すものとなっています。血気術には冬ざれつららという鋭利なつららを無数に情報から落とすものや、枯れそのしずりというつららを発現させて戦うものなどがありますが、さらに凶悪な技もあります。カスハ氷は霧状の氷を扇から散布し、吸い込むと肺胞を壊死させるというもので、呼吸による肉体強化が戦いの要となる鬼殺隊にとって天敵とも言える技となっています。そして寒烈の白姫は2体の女性の状態を出現させ、息で広範囲を凍らせるという技。また結晶の巫女はドーマと同等の能力を持つ氷人形による攻撃を行う技。さらに無表睡蓮菩薩は巨大な氷像を召喚し周囲を凍らせ、強力な手刀を振り下ろし攻撃することが可能な技です。他にも技はありますが、基本的な技と凶悪度の高い技はこれらになります。まとめると、ドーマの血気術の特徴は技自体が強力であるだけでなく範囲が広い、そして鬼殺隊の要である呼吸術を凍てつく空気により妨害できるという本体の首を切るのを非常に難しくするものになっています。この氷による呼吸術の妨害と広範囲の攻撃をしのいでドーマの首を切れる柱3人の組み合わせを考えました。まず1人目の柱はこちら、岩柱姫島行明。言わずと知れた鬼殺隊最強の男で、使用する呼吸術は岩の呼吸です。鉄球と手斧を鎖で繋いだ特殊な日輪刀を使用します。これにより寒烈の白姫、結晶の巫女、無表睡蓮菩薩といった広範囲にわたる血気術を出されたとしても、同じく広範囲攻撃が可能な日輪刀かつ防御力も高い姫島さんなら対応できるのではないかと思います。例えば結晶の巫女による氷人形や無表睡蓮菩薩による氷像を鉄球で破壊しつつ手斧でドーマの首を狙うということもできるのではないでしょうか。ドーマも忍さんに対して月技じゃ鬼を殺せない、やっぱり首を切らなきゃと話しているため、遠くからでも高い威力で首を切れる可能性が高い姫島さんは必要になってくると思います。また姫島さんは防御力も高く、岩の呼吸3の方頑苦の肌絵では無残の血気術黒血気局をしのぎきっています。また無限上編黒脂肪戦では実美は姫島さんが鎖で攻撃の軌道を変えてくれなければ指どころか両腕とも落とされていたと語っていることから、仲間をサポートしながら戦うことにも長けていると思います。よって攻守ともに強さを持つ姫島さんが1人目の柱となりました。2人目の柱、風柱品津川実美。こちらも言わずと知れた鬼殺隊上位の実力者ですね。採用理由としては鬼殺隊の天敵である肺胞を壊死させる氷に対抗できると考えたためです。風の呼吸以外の呼吸では
は技のエフェクトはあくまでそのように見えるだけで、実際に水や炎が出ているわけではないのですが、風の呼吸に関しては演出ではなく剣技によって実際に風を起こし、それにより攻撃を与えることが可能となっています。空中に散布された氷の粉をサネミの風の呼吸によって物理的に弾き飛ばすことで、鬼殺隊の呼吸術を封じられることなく全員が 100% の力を出せるのではないかと考えました。サネミの一番の採用理由は氷の粉を対策できる点にありますが、それ以外にもあります。サネミはマレ地の中でもさらに希少なマレ地の持ち主です。自身の血の匂いで鬼は命定するため、サネミはそれを駆使して鬼狩りをしてきました。そして作中では上限の1黒脂肪にも効果があり、足元をふらつかせるほどの力を発揮しました。上限の1である黒脂肪にも効果があったということは、それよりも下の位である上限の2ドーマにも効果はあると思います。命定状態とまではいかなくとも、わずかでも隙が生じることで自身や他の柱の攻撃を当てやすくなり、勝利にかなり近づくことができると思いました。それでは3人目の柱を紹介します。音柱宇髄天元。こちらは意外に思われるかもしれないのですが、ドーマ討伐には宇髄さんが必要なのではないかと思いました。理由としては、宇髄さんが使用する音の呼吸では火薬を使用して爆発とともに斬撃を繰り出す技が多いからです。爆発するということはその瞬間大きな熱を発しますよね。鬼滅の刃に登場する呼吸の中で唯一物理的に熱を発することができるのが宇髄さんが使用する音の呼吸なんです。ドーマとの戦いでは血気術である氷をいかにしのぎながらドーマの首を切るかが重要になってきます。宇髄さんの爆発による熱を利用することで空気中の粉氷を溶かし、鬼殺隊優位の戦況を作り上げることができます。また貫列の白姫、結晶の巫女、無表水蓮菩薩といった強力な氷の物体を召喚する技に関しても、爆発により溶かしつつ破壊することもできると思うので弱体化させることができそうです。また宇髄さんは柱の中でも足の速さランキングが1位であるため、ドーマの攻撃をかわしながら火薬を爆発させ、攻守ともに味方が戦いやすいようにサポートできる能力があると思います。さらに宇髄さんは戦いの後半では戦闘計算式譜面を完成させ、勝利までの道筋を見出すことができます。そのため姫島さんとサネミに対し的確な指示出しを行い、自身もそれをサポートするという最善の形で拍車をかけることができると思いました。ここで忍さんの毒なしでドーマを倒せる柱3人が出揃いました。では実際にどのように戦って倒せばいいのかを考えていきます。粉氷やつららの攻撃に関しては基本的に宇髄さんの爆発とサネミの風の呼吸で防御していけると思います。これにより空気中の粉氷を吸い込む心配がなくなり、大砲が壊死するのを防げるため全員が呼吸を万全の状態で使えるようになります。その後姫島さんの鉄球と手斧の鎖で繋いだ特殊な日輪刀を使用して遠距離中距離からドーマ本体の首を狙っていきます。貫列の白姫、結晶の巫女、無表水蓮菩薩といった強力な氷の召喚技に関しても、宇髄さんの爆発による熱、サネミの技が起こす風、姫島さんの岩の呼吸の防御力、これらを合わせればしのぎきれるのではないかと思います。結晶の巫女は作中では6体出現しておりますが、上限数は不明となっています。結晶の巫女は実力はドーマと変わらないですが、サイズが小さいため宇髄さんの広範囲爆発やサネミの風の呼吸、そして姫島さんの攻撃により溶かしたり破壊したりできるかもしれないと思いました。このように3人の連携でどこかしらでドーマの隙を作り出し、姫島さんかサネミがドーマの首を狙っていくという流れになりそうです。宇髄さんは上限の6である牛太郎との戦いで左目と左腕を負傷してしまっているので、上限の2であるドーマに対して接近して攻撃するのは危険が伴うと思います。なので姫島さんとサネミのサポートに徹し、2人がドーマの首を切りやすいように持ち前のスピードや爆発を伴う攻撃、さらには指揮官能力を発揮して戦えそうです。ですがこれは本当に五分五分だと思います。作中でドーマが結晶の巫女を6体までしか出さなかった理由として憶測にはなりますが、あまり多く出しすぎると本体が弱体化するのではないかと思いました。その根拠はこちら、公式ファンブック2に載っていた加減の5ルイの対象こそこそ噂話によると、ルイは家族役の鬼に分け与えていた能力を回収すれば柱といい勝負だったかもしれないと記載がありました。同じようにドーマも結晶の巫女を増やすことによって弱体化するのであれば、本体の強さを維持しつつ出せる上限数が6体だったのではないでしょうか。ですが弱体化なしだった場合は無限に増殖可能なので、勝つのはほぼ不可能に思われます。能力だけで言うと黒脂肪より凶悪なんじゃないかと思えるほど恐ろしいですね、ドーマ。今回はドーマを倒せる柱3人の組み合わせは誰になるのか考察していきました。他にもこんな方法で倒せるんじゃないかと思った方はぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。鬼滅の刃の考察は他にも上げているのでぜひ見てみてください。それでは次の動画でもお会いしましょう。またね。